今日はパンケーキサンドを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はパンケーキサンドを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ふわふわパンケーキで生クリームとフルーツをサンドした美味しいスイーツを作っていきます。パンケーキはですね、ホットケーキミックスとあとは手軽な材料で作ることができます。作り方にところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにパンケーキの材料からご紹介します。材料はこちらです。卵、ホットケーキミックス、牛乳、お砂糖、レモン汁、サラダ油、パンケーキはこちらの材料で作っていきます。まず卵に関しましては、今回は L サイズの卵を使っていきます。そしてお砂糖ですね。こちらはお砂糖またはグラニュー糖を使って作ってください。そしてポイントはレモン汁です。レモン汁を加えていただくと卵白の泡を安定させることができます。よってとてもふわふわなパンケーキに仕上げることができます。なのでレモン汁は必ず加えるようにしてください。こちらのレモン汁に関しましては、生のレモン汁でも大丈夫ですし、あとはポッカレモンなどを使っていただいても OK です。それでは続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。いちご、生クリーム、お砂糖、この3つの材料でトッピングしていきます。トッピングのフルーツは今回いちごを使っていきますが、こちらはお好みのフルーツで作ってみてください。そして甘さはお砂糖でつけていきます。この甘さに関しましてはお好みで調整してください。糖類の種類もお好みで OK です。生クリームに関しましては動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。まずはじめにパンケーキから作っていきます。卵を白身と黄身に分けてください。白身は泡立てるので大きめのボウルに入れましょう。はい、卵黄はこちらに入れます。もう一つも同じように分けてください。はい、OK です。そうしましたらこちらの卵白は使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすることで泡立ちが良くなります。そうしましたらまず卵黄だけを軽く溶きほぐしてください。溶きほぐしたらここに牛乳を加えます。そしてしっかり混ぜ合わせましょう。ちょっとね泡立てるイメージでしっかりめにね、だいたい30秒ぐらい混ぜてください。はい、OK です。このように混ぜてください。それでは続いてこちらにホットケーキミックスをふるって加えます。ホットケーキミックスは必ずふるって加えてください。そしてよく混ぜましょう。はい、ダマができないようにね、しっかり混ぜてください。そうするとね、生地はこのようにちょっとね、もったりとした生地感になります。こちらはね、使うまでこのまま置いておいてください。それでは続いて、冷蔵庫で冷やしておいた卵白を泡立てていきます。まずですね、何も入れない状態で、ハンドミキサーの高速で30秒泡立ててください。はい、OK です。30秒泡立てました。そうしましたら続いて今度はお砂糖を半分加えてください。大体で大丈夫です。そして今度はハンドミキサーの低速で30秒泡立てます。はい、30秒泡立てました。そうするとこのようにチューンと角が立ってきます。角が立ってすぐお辞儀するぐらいですね。このぐらいの泡立ち具合になります。そうしましたら残りのお砂糖を加えてください。そしたら続いてハンドミキサーの低速で1分泡立てます。はい、OK です。今1分泡立てました。そうすると先ほどよりもね、このようにピンと角が立ってきます。そしたら最後、ここにレモン汁を加えてください。こちら材料説明の時にもお伝えしましたが、レモン汁を加えることで卵白の泡をキープすることができます。なのでレモン汁は必ず加えるようにしてください。では加えます。そうしましたら最後はハンドミキサーの低速で1分泡立てます。
はい、OK です。最後低速で仕上げることでこのようにツヤも出てきめの細かい仕上がりになります。こんな感じでね、ピンと角が立った状態です。ただここでですね、しっかり泡立てすぎてしまいますと、パンケーキを焼いた時にパンケーキが膨らみすぎて焼き上がった後にその反動でしぼんでしまう時があります。なので泡立てすぎには注意してください。このようにちょっと滑らかな角ですね、ピンと立って角の先が折れるぐらいですね、このぐらいの泡立て具合にしてください。そしたらですね、絞り袋を先に用意しておきましょう。こういったね、ちょっと細長い容器の中に絞り袋を入れます。絞り袋の先には口金をつけなくて OK です。はい、このようにセットしておきましょう。それでは2つの生地を合わせていきます。まずはじめに卵黄生地の方にメレンゲを1すくい入れてください。そして混ぜます。1回目はね、2つの生地をなじませるイメージでしっかりめにね、混ぜちゃって OK です。ちょっとね、筋が残るぐらいまで混ぜてください。そしたらもう1すくい入れてください。そして2回目からはふんわり混ぜていきましょう。このようにね、ボウルを回しながらふわっと混ぜてください。2回目もね、このようにちょっと筋が残るぐらいまでふわっと混ぜてください。では続いて3回目ですね。3回目はこのメレンゲの方に生地を戻し入れます。そうすることで混ぜムラを防ぐことができます。あとはね、ゴムベラに持ち替えてふわっと混ぜていきましょう。この時は泡を潰さないようにふんわり混ぜてください。はい、 OK です。このようにね、ちょっとポテッとした生地感になります。あんまり混ぜすぎるとですね、今度は膨らまない原因になりますので、混ぜすぎには注意してください。そうしましたらこちら用意しておいた絞り袋の中に生地を入れます。はい、で生地を入れたら取り出します。そしてこの口の部分はですね、こういったクリップなどで留めましょう。はい、 OK です。これで生地の完成です。それでは今から焼いていきたいと思います。ではフライパンを用意してください。今回私は直径約28センチのフライパンを使っていきます。そうしましたらここにサラダ油を敷きます。このようにね、サラダ油を加えたら全体に薄く伸ばしてください。油がね、塊になってると面の部分がね、綺麗な焼き色にならないので、必ずね、薄く伸ばすようにしてください。そしたら火にかけます。火加減中火です。このままだいたい20秒ほどフライパンを温めてください。はい、温めました。そうしましたら火を止めます。火を止めてこの絞り袋の口を切ってください。このぐらいですね。そうしましたら少し高さを出すように絞っていきます。では絞っていきます。むにゅ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 ーっとちょっと高さを出すイメージですね。こんな感じで絞ってください。はい、 OK です。そうしましたらこちら分量外ですが、この空いてる部分にお水をだいたい小さじ1杯分ぐらいですね、置いてください。そして蓋をして、あとは火にかけます。火加減はごく弱火です。このまま焼き色がつくまでだいたい6分から7分ほど焼いていきます。ただこれはですね、フライパンの材質やあとは大きさによっても変わってくる場合がありますので、この焼き時間は目安にしてみてください。火加減はこのぐらいのごく弱火です。あとね、生地は半分ぐらい余ってますので、コンロがもう一口ありましたらできるだけね、早めにこちらも一緒に焼くようにしてください。時間が経つとね、膨らまない原因になりますので注意していただけたらと思います。はい、今ね、7分ほど経ちました。蓋を開けます。目安としてはね、入れたお水がなくなるくらいを目安にしていただくといいかなと思います。では焼き色をチェックします。あ、いい感じですね。目安としてはね、焼き色がついててフライパンからこのように離れるぐらいになってれば OK です。そしたら裏返します。裏返したら軽くヘラで押さえつけましょう。ほんと優しくで OK です。では残りもね、裏返しましょう。また押さえつけます。はい、ちょっとね、裏返す位置がずれちゃいましたが、こんな感じで裏返してください。そしたらまた蓋をしてこのまま弱火でまた焼き色がつくまで焼いていきます。今度はね、だいたい3分から4分ぐらいでいいかなと思います。こちらの焼き時間もね、作る環境によって変わってくると思いますので、様子を見ながら調整してください。はい、今3分ほど経ちました。蓋を開けます。そしてもう一度焼き色をチェックしてください。
これでね、いい焼き色がついてれば OK です。このようにふわふわに焼けてます。そしたらですね、もう一度蓋をしてちょっと隙間を空けてください。このまま粗熱を取ってください。そうすることでしぼみにくくなります。はい、5分経ちました。5分経つとね、パンケーキ自体も落ち着いてきます。先ほどと比べてもね、そこまでしぼんでないかなと思います。それではね、こちらフライパンから取り出します。そしたらですね、このようにケーキクーラーなどの上に置いて粗熱を取って冷まします。今回はね、全部で7枚焼けました。ちょっとね、パンケーキサンドにするには中途半端な数なんですが、こちらはね、絞る大きさによって変わってくると思いますので、目安にしてみてください。そうしましたら、表面が乾燥しないように上にふわっとキッチンペーパーをかぶせて、このまま粗熱を取って冷まします。それではパンケーキを冷ましている間に生クリームを作っていきます。まず氷水を用意してください。そしてこの上にボウルを置きます。そして生クリームを入れましょう。そしてここにお砂糖を入れます。あとはこのままだいたい8分立てぐらいまで泡立てていきます。はい、OK です。このようにちょっとね、固めの角がピンと立つぐらいですね。このぐらいまで泡立ててください。それでは絞り袋を用意してください。生クリームを絞るときはお好みの口金を使ってください。ではこちらもですね、ちょっと細長い容器に入れます。そしてこの中にクリームを入れましょう。はい、生クリームの準備はこれで OK です。こちらは使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。それでは続いていちごを切ります。いちごはヘタを切り落としてください。そして半分に切ります。いちごはね、このように切っておいてください。この使ういちごの量もお好みで OK です。使う分だけ切っておきましょう。では最後トッピングしていきます。まずね、同じぐらいの大きさのパンケーキを2枚用意してください。そして片方を裏返してここに生クリームを絞ります。むにゅむにゅむにゅっと絞ってください。はい、このぐらいたっぷり絞ります。そうしましたら表向きにしたい方にいちごを並べていきます。並べ方はね、お好みで並べてみてください。はい、こんな感じで並べました。そしたらですね、上からパンケーキをかぶせてください。軽く押さえます。はい、これで完成です。このように仕上がってます。このトッピングはお好みでやってみてください。では残りも同じようにトッピングしていきたいと思います。はい、これでパンケーキサンドの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにパンケーキはふわふわに仕上がってます。最後こちら分量外ですが、粉糖をトッピングしてます。こちらはお好みでやってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いちご部分をいただきたいと思います。いただきます。もうパンケーキがふわふわです。そしてこのたっぷりの生クリームといちごがすごく合いますね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のパンケーキサンドのポイントです。まずパンケーキについてのポイントです。パンケーキを作るときはまずはじめに卵を卵白と卵黄に分けてください。卵白に関しましては使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。そうすることで泡立ちが良くなります。そして卵黄生地なんですが、材料を加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そしてメレンゲを作る時のポイントです。まずはじめに何も入れない状態で30秒ほど泡立ててください。その後ね、お砂糖を2回に分けて加えるんですが、お砂糖を加えた後は低速で泡立てるようにしてください。そしてお砂糖を全部入れて泡立てたら、最後仕上げにレモン汁を加えて低速で泡立ててください。そうすることで卵白の泡が安定してとてもふわふわなパンケーキに仕上げることができます。そしてその後ですね、卵黄生地と合わせるんですが、まず1回目はしっかりめに混ぜてください。そして2回目以降はふんわり混ぜるようにしてください。そして3回目混ぜる時なんですが、卵黄生地をメレンゲに移し替えて混ぜるようにしてください。そうすることで混ぜムラを防ぐことができます。そして3回目混ぜる時はゴムベラに持ち替えてふんわり混ぜてください。この時ですね、混ぜすぎてしまうと膨らまない原因になりますので、できるだけ少ない回数で混ぜるようにしてください。メレンゲに関しましては泡立てすぎるとこの時混ざりにくかったり、あとはね、泡立てすぎが原因ですごく膨らんでしまいます。そうするとですね、焼き上がって取り出した時にその反動でしぼんでしまいます。なの
ので卵白の泡立てすぎには注意していただけたらと思います。柔らかめの角が立つぐらいまで泡立ててみてください。ただ緩すぎてもね、こちらも生地がだれてしまいますので、動画の泡立て具合を参考に作ってみてください。そして焼く時のポイントなんですが、生地を絞り出す時は絞り袋を使っていただくととても簡単です。もし絞り袋がない場合はスプーンなどを使って高さを出すように生地を置いてみてください。そしてその後は分量外ですが、小さじ1杯ほどのお水を入れて蓋をしてごく弱火でじっくり焼いてください。この焼き時間に関しましては、使うフライパンの材質とか、あとは大きさなどでも変わってくると思いますので、この焼き時間は様子を見ながら調整していただけたらと思います。そしてひっくり返す目安なんですが、焼き色がついてかつフライパンから綺麗に剥がれるぐらいですね。そのぐらいになったら裏返してください。そしてその後はですね、また蓋をして焼き色がつくまで焼いてください。この焼き時間も調整していただけたらと思います。そして片面も焼けたら少し蓋を開けてそのまま5分ほど置いてから取り出してください。そうすることでしぼみにくくなります。あとはですね、しっかり粗熱を取ってから生クリームとフルーツをサンドしてください。今回はいちごをサンドしてますが、フルーツに関しましてはお好みのフルーツで作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はパンケーキサンドを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。